ソロプレイなりなんとかして、ちょっとずつポイント重ねていって、時間かかってでも強くできますはあってもいいかなと思って。毎月調整が入りますっていう。お前ら2人の首が締まったぞ、今。できるだけ0円でできるだけ多くの人に1回手にしてもらって、それをどうお金に変えるかって、新しいものを今から作るってね、めちゃ難しい。せーの、波動拳。今日はですね、風間くんがですね、都合がつかず不参加、下村陽子さんも連絡がつかず不参加ということで、今日はいつもの3人でやらせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。前回、西谷くんが言ってた、はい、しゃがみないのいいかもしれないと思って、はいはいはい、あれからずっとね、しゃがみなしで考えてんのよ。はいはい、しゃがみなし面白いと思って。私もなんかいい気がしますよ。ねえ、はい、しゃがみないは結構ゲームが作りやすくて、しゃがみ技自体がないっていうわけではないわけじゃないからね。レバーを下にしてしゃがむがなくなっただけの話で、技としてはしゃがんでもいいわけだからね。いや、技を考えるときにしゃがみ攻撃って異常に考えづらいんですよね。確かに不自然だよね。そうなんですよ。人間の体制としてすごい不自然なんですよ。そう考えるとないのがいいなと僕もすげえ今思ってて、じゃあそれはじゃあ皆さんの中で共通認識として今回はしゃがみなしでいく方向で一旦舵を切りましょう。とりあえずじゃあそれでそれで進めましょう。もう一個が、ストリートファイター2のパロディーでってことで始めたんだけど、もうだいぶ離れようぜっていう。私もそういう気になってますね。一つのパロディーってつもりはないよって。なんか面白おかしくやりたいので、波動拳みたいなの打ったりとか、コマンドが似てますねとか、それはもう全然もう当然そうでしょと思ってたりとか、ロックボタンだったりとか、後ろでガードとかみたいな、僕らの体に染みついてるやつみたいなのはそのままいこうかなと思ってるけど、パロ2って言って呼んでたけど、僕は言うほどパロディでもなくなって、結構オリジナルの今風の面白いのいきたいなっていうのが一つ。これもこれでいいですか。ちょっと離れてきてるもんね、自分の中で気持ちが。あとはもうシンプルなのって言ったけど、ここはシンプルなのの意味を、もうちょっとすり合わせをしたいな。みんなが思ってるシンプルと相手が思ってるシンプルが違う可能性があるんで、そこのすり合わせを今日はちょっとやれたらなと思ってます。そのですね、そのシンプルっていうのも僕もいろいろ考えるんですけど、年取っていったっていうのもあるんですけど、やっぱ面倒くさいことは、極力避けたいかなっていうのはあるんですよね。分かりやすくしてほしいっていうんですかね。例えばですけど、私やっぱりスト2のゲーム性でめくりってあったじゃないですか。前ガードか後ろガードかよく分からない。分かんない。曖昧なところね。そうです。あれ自体は、あってもいいかなと思うんですけど、ただやっぱり分かりにくすぎんだろうっていう気がするんですよね。あれ分かりやすくてどうやったらなるの？例えば。めくりの反対ガードって定石ってお尻の部分でこうギリギリかするように蹴るとかが定石じゃないですか。っていうのを仮にですよ、廃止してもう後ろに飛び蹴りみたいなのを出すとか、逆方向に空中で進行飛んでる方向、そうだ、なるほどここにこうありゃーってこう蹴り出すみたいな、こう行くんじゃなくて、こうやってキャッと後ろ向きにパッと足で出すみたいな。そうです。絵としては。そうすると一応やった方も意思表示が見て取れるし、やられた方もなるほど、だからダメだったんだっていうのは分かりますよね。なるほど。なくすのはどうやったらなくせれるの？ただなくすとやっぱり問題なのってなかなか格好ってなんていうんですか、その防御を崩しにくいじゃないですか。そうでやっぱりめくりってその崩すための結構一つの大きなことだと思うんですよね。なんで分からへんにさせるところね。そうです。ある意味初心者がやっても上級者がやっても、2分の1といえば2分の1なので、いい面もあるし、やっぱ分かりにくい面もあるんで、例えばさっき言ったような解決方法もあると思いますし、仮になくして別の方法で崩す方法があればそれもありかなとは思いますね。あんまりその紛らわしいとか面倒くさいっていうのをできる限り排除していった方がいいかなっていう感覚はありますね。フェイント僕入れたいって言ったやんか。フェイント入ったらやりたくなるよね、僕は。フェイントがないとやりたくないっていうのはあるんやけど、格闘技やってるもんからすると、打ってきそうなところが嬉しいのよ。
それは何を言ってるかって言ったら、実際の格闘技はそうだからですよと、最初から振りかぶって打たれたら誰だって受けるんですよっていうのももちろんあるんやけど、そうじゃなくて、間違いになるやんか。そうですね、なりますね。どうしてもコンピューターとやったって、コンピューターがたくさんやるんですよって言った時の、コンピューターとやったら、コンピューターの技を待つやんか、誰でも。それを回避できるのもあって、この出しそうで出さない、コンピューター側も出しそうで出さないみたいな。はい。打ってくるのかと思ったら打ってこないみたいはい。はい。はい。なのは、僕的にはちょっと欲しいなと思ってて、操作方法どうするよと思って。それは考えなきゃいけないですけど、でもいいと思います。で、しかもフェイントかけた方に得があった方がいいと思うんですよね。何らかの。そうじゃないと、結局、お互いにフェイントかけて終わりになると思うんで、例えばですけど、フェイントから入った攻撃は、なんかわかりませんよ。出足がちょっと一振り速くなるとか、攻撃力が 5% 上がるとか、なんかわかりませんけど、なんかそういう得がないと、結局お互いにフェイントして、なんか終わってしまうと思うので。フェイントをしたことによって相手がそれをガードしようとして投げに入るとか、選択肢を絞るみたいな効果があるとか、でフェイントでやめたらガード入ってないんで相手と合わされるとパチンって食らってまうとか、多分痛いことになるんでしょうね。そういうのがイメージだよね。あとは投げが全体に強すぎるイメージがちょっと一つにはあったので、そうでしたね。そこの調整をしたいのと、そこは最近のゲーム、一つの頃っていわゆる瞬間投げだったじゃないですか。今日における格闘ゲームはもう瞬間投げ持ってるゲームほとんどないんですよ。あ、そうなんや。発生が例えば6とか、10とか、そのぐらいのものなので、ちなみにですけど、スト5においては起き上がりの投げ無敵もないんですよね。スト2だと起き上がりに投げ重ねても投げれなかったんですけど、投げに対して無敵なんで、スト5はあります。なんで結構起き上がりで投げ3発4発とかも普通にあります。格闘ゲームの2択はあれなんですけど、投げってきたら次投げないだろうじゃなくて、次も大体投げなんで絶対2分の1じゃないんですよ。ハードどのハードにしますかっていうので、前 PC は外せないって言った話になったよ。本当はそうですね。やっぱりガチ格闘の人は PC 多いんで、ガチ格闘するのにスイッチだけってダメなんですかね。ただ当たり前ですけど、やっぱりみんなあれですね、PS4 とかSteam とかで出してくれって言ってます。それはそうです。結局何で出してもそれは言われると。絶対そうなる。で、その次に来るのはクロスプレイさせてくれって絶対なる。そういうことだね。それは絶対言われるよね。出したら言われる。ただ同然で出しましたって言ったじゃないか。その後どうやって課金していくかは別の話として、できるならそれがいいよね。そうですね。スキンで売るってことでしょ。それも全然ありだと思います。だって強さが違ったら嫌やろ。そうですね。俺は嫌なんよ。対戦するゲームで誰々さん課金してるからそっちのキャラで俺のは弱いからね。それは絶対やめた方がいいですね。いわゆるペイトゥー。俺はやめたいよね。やめた方がいいです。あとは鍛えれば強くなるはあってもいいかなと僕は逆に思ってました。課金じゃなくってソロプレイなりなんとかしてちょっとずつポイント重ねていって時間かかってるの強くできますはあってもいいかなと思って。別モードにするっていうのもあるんですね。別モード。入り口を分けるみたいな。なるほど。前船見さんとかともちょっと話出ましたけども、例えばそういうのをやるのもそうですし、例えばそれを CPU みたいな育成にして CPU 同士戦わせるとか、そういうのもありだと思うんですよね。なるほど。育成して CPU で戦わせる、ウォッチモードみたいな。できるだけモードはたくさん持った方がいいとは思ってます。僕は基本的にその運営方式でやった方がいいと思ってるんですよ。最初に0円でスタートするかどうかは置いといて、どういうふうにユーザーを遊ばせていくかっていうのをこの運営側がプランを持ってちゃんとやっていくっていうことですかね。毎月調整が入りますっていう全体にとか。それを大前提にするってこと？そうです。で、今月の調整はいいなっていうのをみんなが言えるんですよ。だからいいねいいねって。で、例えば1年間経った時に何月何日バージョンって一番良かったよねっていうような、例えばそれでじゃあ世界大会しましょう。例えばですよ。バージョンを7月1日モードに変えて、ユーザーがみんなそれを投票できるっていうか、この YouTube もうまく使った方がいいと思ってて、だからユーザーさんがいろいろ岡本さんこういう技をもっとこいつに入れてくれとか
いうのがあって、まあ僕らとしてはって思ってても、まあ例えばそれが採用されたら入れるみたいな、試しに入れてみようかってことだ。試しができるってことだな。そうです。で仮にそれが本当にバランスを崩してしまったとするじゃないですか。でも一回出す。これでも対戦するときにはモードを合わされるってことやな。そうですかね。やっぱさすがやりすぎじゃと岡本さんが言ってまた次のちゃんとポンちゃんがバランス取ったやつを出す。いいと思います。っていうふうにこう運営タイプです。運営というか、携帯アプリタイプってことでしょ。そうです。いやすごいいいと思う。すごいいいけど、首締まったぞ、お前の。ちなみに私も。お前ら2人の首が締まったぞ、今。言ったのはいいけど。うちの人間はみんなそっちがやりたくてしょうがないっていう。そうだよ、なるほど。カードゲームとかでもよくあるんですよね、そういうの。そう。運営からすまん。これ本当すまん。禁止カードこれねとか。ユーザーはやっちまったっつってね。そうです。ユーザーもそうなるっていうの分かりながらやってるんで、もうそういうもんだと思ってやってるんで。そうです。そういうのを最初から織り込み済みでユーザーさんと一緒にこうやっていくっていう形がいいのかなと。バージョン上げるときにも基本無料って言いたいところなんやけど、一番大事にせなあかんのはやっぱ儲かるってことなので、僕の中では。儲からないと俺らもモチベーションが上がらないし、持ち出しになってると続かない、現実続かないのもあるし、できるだけ0円でできるだけ多くの人に1回手にしてもらって、それをどうお金に変えるかってマネタイズのところをちょっと意識してて、それが、僕の出した答えは一応そのコスプレのスキンを売る、コスプレっていうところが売りになってて、日本の文化かなと思って、コスプレが。なるほど。でそれはもういろんな、例えばハリウッドの映画もいけるわけやん。なので、いろんなゲームももちろんいけるし、毎月いけるやん。それが僕としては商売としては面白いかなと思って、何にも変わらへんのに買うっていうのがいいかなと思ってるところですけどね、今と僕は。だからできるだけ安く出したくて、どうやって安く出せるのか僕はちょっと分からんですけど。2月とか3月とか半年でもいいんですけど、に1回だからそういうバージョンが変わりますよとか。そう。でもバージョン変わってもこれお金取れないからね。だって対戦するのにバージョン合わせないと対戦できなくなるから。ただ、なんとかパス、迷いましたけど、シーズンパスとかいうのはよくあります。はい。シーズンパスのお金を払えば、今後追加される、例えば4体のキャラを使えますよとか。いや、俺があんまりシーズンパス買わないよね。ちなみに私も嫌で、評判もやっぱり良くないです、あんまり。いや、それだけど、もう公然となっちゃってるんですよね。世間ではね、分かる。一つのビジネスモデルとしてあるのは知ってる。そうです。しっくりこないよね、あれ。こんだけみんなが物を作ってる中で、新しいものを今から作るってね、めちゃ難しい。でもコスプレキャラを売り続けるこのコスプレスキン販売、いいような気が僕はしてるんですけどね。はい。てなわけで、今日はだいたいこれぐらいの感じで、また次回ということでよろしいでしょうか。はい。じゃあ、ありがとうございました。新年度を迎えましたのでね、今年度もよろしくお願いします。よろしくお願いします。バイバイ。